はい、皆さんこんにちは。ようこそチャンネル666へ。今日はですね、秘密結社の代表格であるフリーメイソンがテーマです。フリーメイソンの関わりのある、もしくは有名なフリーメイソンのメンバー10人ほどご紹介したいなと思います。まず最初はですね、アーサー・コナン・ドイルです。記録だと1887年の1月26日に入会という記録が残ってます。イングランド出身の医師、作家、政治活動でもありました。そして誰もが知るシャーロック・ホームズシリーズの作者でもありますね。はい、そうだね。はい、私ね、2016年にね、イギリスのスコットランドに行った時に、ここにね、このコナン・ドイルのね、行きつけのバーがある。私1週間ここにいたの。でね、このバーでね、私はね、朝食を毎朝とってたわけ。するとこのコナン・ドイルのね、肖像画がね、ボーンとあるわけよ、そのバーの中に。で、このね、バーの中にね、このマークがボーンとあるわけ。マークがあったと。マークがあった。でマスターに聞いたわけ。ここって何なのっつったら、このコナン・ドイルの行きつけのバーだったと。でね、皆さん、バーってね、フリーメイソンの集会場になってるって知ってる？そうなの。日本にもあるのよ。ありますね。ハブとかが。そうそう。あれがね、そうだって言われてるのはね、このバーと作りが全く一緒だ。なるほど。そうだ。だから皆さんもね、その HUB に行ったらだね、このマーク持ってる人、探しましょうね。ぜひ話しかけてみてください。なるほど。で、続いてはカーネル・サンダースです。記録だと1917年4月6日に入会という記録が残っています。アメリカ人の実業家で誰もが知るケンタッキーフライドチキンの創設者でもあります。カーネル・サンダースの左胸の部分にバッジが2つついてるんですね。このバッジはロータリークラブという組織のマークとミスティックシュラインというフリーメイソンの上院会員のバッジのマークがついています。はい、さて皆さんね、ミスティックシュラインっていうのはね、日本語にするとだね、まずミスティックってね、仏教でいうとこの密教のミステリーから来るミスティックでね、シュラインって何かっていうとね、日本語にすると神社なんだけども、これはね、実はね、このフリーメイソンっていうのはその神殿で儀式する、神殿の形をしたところで儀式するんだけど、シュラインってね、実は神殿って意味だ。なるほど。そうなの。でダビデのね、ソロモン神殿もね、シュラインっていうわけ。なるほど。フリーメイソンはこれも使ってるわけ。なるほど。ソロモン神殿ね。で大体ね、カーネル・サンダースのカーネルってさ、大佐って意味じゃん。確かにそうなんです。軍人はね、フリーメイソンが多いんだ。これから軍人バンバン登場するけど、よく聞いてごらんって。サンダースの墓石にもフリーメイソンのマークがちゃんとついてるっていう。そうですね。これはね、動かぬ証拠ってやつよ。そうですね。続いてはダグラス・マッカーサーです。記録だと1936年の1月17日に入会という記録が残っています。 GHQ 最高司令官でありアメリカ軍人。はい、もう軍人です。フリーメイソン以上以上。やっぱりそうですよね。フリーメイソンのロッジもやっぱり米軍基地があるところに全部ありますからね。全部あるんだよ。だからまあ横須賀にもね、横田にもね、座間にも全部あるから、厚木もそうだからね、全てあります。グランドロッジがね。軍人を束ねるのにいい組織構造なの、フリーメイソン。なるほど。だから軍人を。なるほどですね。以上よ。続いてはハリー・ワーナーです。入会日は不明ですが、カリフォルニアのマウントオリーブロッジナンバー506所属という記録が残っています。誰もが知るワーナーブラザーズを設立したワーナー4兄弟の長男です。ちなみに4兄弟中3人がどうやらフリーメイソン会員らしいです。そう。皆さんね、ワーナーブラザーズのこの模様を知ってるよね。 WB ってやつね。フリーメイソンってね、アナグラム好きなの。アナグラムって知ってる？文字で遊ぶやつね。入れ替えてね。WB 逆にしましょう。MB です。これね、メイソンボードなの。ボードってね、理事会って意味なの。なるほど。そうだね、フリーメイソンの理事会だってこと。なるほど。その意味が言われてるんですよ。確かにそんな感じがしますね。簡単でございます。続いてはタイカップです。1907年に入会という記録が残っています。タイカップはアメリカのプロ野球選手、メジャーリーグベースボールの殿堂入り選手で、通算打率3割6分7厘はメジャーリーグベース
スボール史上最高記録とも言われています、でメジャーリーグ史上最も偉大かつ最も嫌われた選手として有名だそうです、これちょっと驚いたね。はい、なんか最高の技術と最低の性格だったっていうふうなそうだね、まあ写真見るとね、ちょっと目の周りにクマがあるけどね昔のフリーメイソンってさ、今と違ってね、黒魔術協会とくっつけてたからね。なるほどなるほど。それちゃうかこれこんなこと怒られそうだけどね。ただ野球ってね、これも軍人と一緒でね、この人のつながりでいわゆるゲームをするわけでしょ。で勝つためには結束力が強くなきゃいけない。軍人、フリーメイソン、野球、サッカーもそうだけどもね、ちょうどいいわけよ、この組織構造を維持するのにね。だからまあこういう野球系でね、フリーメイソンがねものすごく多い、このいわゆる大リーグっていうの、だからスポーツ選手が多いっていう。そうだね、当たり前っちゃ当たり前なんだなこれ。そういうことですね。続いてはヘンリー・フォードです。1894年11月24日に階級を昇級したという記録が残っています、アメリカ出身の起業家で誰もが知るフォードモーターズの創設者でもあります、でもともとはエジソンの会社のチーフエンジニアでもありました。さらにフォードの息子は2人ともフリーメイソンの会員という記録が残っています。はい、自動車会社もそうなんだけどね、これほらガラスはつけるわ、タイヤはつけるわ、金属は入れるわとするとね、こういう加工業者の情報網が必要なわけ。フリーメイソンってね、あれ情報集団なのよ。とね、いろんな情報が必要だから、フリーメイソンに入っておくとね便利な交流会と一緒なの。確かに異業種交流会、フリーメイソンってね。でね、ひょっとしてね、フォードモーターズってさ、FM って書くよね。確かにそうですね。これまさかとは思うんだけどね、ちょっと疑っちゃいますよね。疑っちゃったね、今一瞬あれって思ったわけよ、皆さんちょっとこれどう思う？ちょっと調べてほしいな確かにね、誰か知ってる人いたら教えていただきたいですよね。ほんまにね、やべえと思ったなこれは。自動車産業はやっぱりそうですよね。日本の自動車産業とかも多いよ。 M で始まる自動車会社、あれだってそうなんだよ。なるほどなるほど。また後ほど言うけどさ。続いてはマシュー・ペリーです。記録だと1819年に入会という記録が残っています。アメリカ出身の軍人で東インド艦隊の総司令官でした、で誰もが知る黒船来航という出来事は教科書で習ったと思います。ペリーは何しに日本に来たかというと、当然占領しに来てんの。それまでアジアをさ占領してきてるわけ、このペリー艦隊はね。で日本に来ました、占領しようとした。ところがね、この国はね、占領するよりも自分がね抱え込んだ方がいいと思ったわけで、これも軍人なの。なるほどな。軍人だからフリーメイソンが多いって何度も言ってます。確かに横田も横須賀も厚木もみんなフリーメイソンがあります、当然フリーメイソン。でしょうね。そうなんですよ。でまとめるのがうまいわけ。で今こうなってるわけ。なるほどなるほど。続いてはベンジャミン・フランクリンです。記録だと1930年の1月に入会という記録が残っています。アメリカ人の政治家、物理学者、気象学者、著述家という多彩な肩書きもあり、アメリカ建国の父の一人とも言われています、そして誰もが知る100ドル紙幣に描かれている人物でもあります。アメリカは大統領いっぱいフリーメイソンいます。ルーズベルトもそうだな、ワシントンもそうだよ。そうですね。同じだから軍人と国だから、国でねまとめるには絶対にこの軍人の組織構造が必要なわけ、絶対に。フリーメイソンに入るのはね当たり前です。これなるほどなるほど。下げては通れないでは通れない。フィリピンのね何年か前の大統領もフリーメイソンだったせいで、おかげでかな、お札にねフィリピンペソに思いっきりこのマーク入ってる。なんと入ってる。検索してごらん、すぐ出るから。なるほどなるほど。フィリピンペソフリーメイソンって出るから。出ます。なるほどな。嘘だと思ったらやってみたら。続いてはウォルター・クライスラーです。フリーメイソンの関連組織スコティッシュライトの32階級という記録が残っています。アメリカ出身の実業家で誰もが知るクライスラー社の創設者です。スコティッシュライトって何のことかというとね、ライトってね、フリーメイソンの上にいるわけだな。フリーメイソンを管理する理事会のことライトってのは理事会という意味。理事会なの。つまりこのクライサはかなり上にいてるわけ。なるほどなるほど。ところがじゃあスコットランドのスコティッシュライトなんでかっていうとね、アメリカってねスコットランドとアイルランドの移民がものすごく多い。確かにそうですね。ものすごくね。でこれはね、でもう一つ
見りゃわかる。クライスラーのをよこのーく見なさいって、はいはいはい、目玉ですね。だよな、はいはい、フリーメイソンの目玉よ。やっぱりちゃんとマークとして入ってるわけですね。そう、なるほど。入れたいの。なるほど。入れたいんですアメリカ人は。ズバッと言わないのよ。こそっと入れるの。こそっとちゃんと入ってるということですね。そう続いてはウォルト・ディズニーです。フリーメイソンの33階級だったという記録が残っています。アメリカ出身のプロデューサー、映画監督、アニメーター、脚本家という多彩な肩書きを持つ誰もが知るウォルト・ディズニーカンパニーの創設者でもあります。ウォルト・ディズニーのね、ホテル、レストランのナプキンの配置、はい、これクラブ33のだよな、レストランのナプキンのその通り、はいはい、もう見りゃわかる。もうこれそっくりですよね。そのまんまですそのまんまこれねですよね、これ。はい。でさらにクラブ33はね、日本の東京ディズニーランドにもあるわけです。ありますね。はい。はい、会員制のレストランほとんどフリーメイソンです。はいはいはい。もう一個言おうか。ドナルド・ダックが出てくるアニメ全部見てごらん、はい、半分以上にこのドナルド・ダックがつけてる手袋に、はい、このごぼう製のマークが入ってるから。なるほどなるほど。星野が入ってるね、はいはい、でこれはちょろちょろと出るの、はいはい、これサブリミナルなの。なるほどなるほど。皆さんを洗脳したいわけ。なるほど。フリーメイジに入ろうねというねドナルド・ダックのシーンが出てきたら見るなということですね最後はカリオストロ伯爵です。記録だと1777年に入会という記録が残っているようです。アニメのルパン三世の作品でカリオストロの城っていう映画の作品があったと思うんですけど、これでもおなじみのキャラクターだと思います、やっぱりこれですかね、宮崎駿監督は何かしら知っててやっぱり描いたんですかね。この人ね、だいたい知ってないとこんなん書けなくてね、はいはい、皆さんね、このカリオストロの伯爵のね、1700年代の肖像を見たって、これがフリーメイソンに見えないよね。確かにちょっと見えないですよね。見えないよね、ところがアニメの方にはね、この伯爵の頭にさ、ルシファーの像が乗っかってるよね。確かにこれルシファーのあれですね、悪魔崇拝のシンボルとも言うべきでしょ、昔のフリーメイソンはね、黒魔術教団とくっついてたわけ。なるほどなるほど。いわゆるこういうサタンを崇拝してたわけ。じゃあ宮崎監督はね、この肖像が見たって分かるわけないのに、アニメにこれを入れるってことはね、分かってた。やっぱり知ってたっていうことですよね。そう、知ってた。だからこれがそうなんですね。なんとね、千と千尋のアニメにもね、なんでそれを知ってるのっていうシーンがバンバン出てくるわけ。これはね、また後日教えます。また次回ということですね。はい、いかがでしたでしょうか。フリーメイソンの有名な人物、関係のある人物を10名ほどご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time!